あなたも一度は経験があるはずです。ええ。大学の巨大なキャンパスとか、何千人もが働くエンタープライズ規模の大きなオフィスで、スマートフォンの Wi-Fi が異常に遅かったり、ありますね。ローミングがうまくいかずにプツッとセッションが切断されて、すごくイライラしたこと。本当にストレスですよね、あれは。そうなんです。現代の業務とか学習環境において、ネットワークの遅延っていうのは、単なるイライラの種ではなくて、生産性に直結する致命的な問題なんですよね。はい、まさにその通りです。今回のディープダイブでは、まさにその巨大空間のネットワークインフラの裏側で、一体何が起きているのか、その全貌に迫りたいと思います。これすごく面白いテーマですよね。はい。今日私たちの手元にあるのは、日本の大規模大学におけるネットワーク基盤新修計画に関する非常に興味深い内部資料の数々です。具体的なインフラ設計書から始まって AI を用いたら客観的な技術評価もありますね。ええ。それに加えて、設計者自身が警告を鳴らしているアーキテクチャ上の致命的な弱点を記した内部メモまで揃っているんです。なかなか表には出てこない生々しいドキュメントですね。よし、これらを紐解いていきましょう。専門用語がずらりと並ぶ分厚い設計書の山から、現代のエンタープライズネットワーク戦略における本質的なトレードオフを抽出する。これが今回の私たちのミッションです。ええ。この資料群を読み解く上でまず重要なのは、これが単なるハードウェアのカタログ選びとか、ベンダー選定のプロセスではないということです。と言いますと、つまり、何千ものデバイスが予測不可能な動きを見せる高密度な環境において、システムがいかにしてダウンタイムを回避するのか、はい。そしてサービスレベルをどう維持し続けるかという、極めて現実的で緻密なサバイバル計画の全容がここに記録されているんですよね。サバイバル計画、まさにぴったりの表現ですね。まず、この資料の根底にある基本思想を見ていきたいんですが、ここでは NEC の製品群を中核とした国内ベンダー主体の構成が提示されていますよね。ええ、そうですね。具体的には、境界ルーターにユニバージの IX シリーズを置いて、キャンパスバックボーンに QX シリーズなどのエンタープライズ向けスイッチを据えるという、非常に手堅いマスタープランになっています。ここで非常に興味深いのは、物理ネットワークの中核を NEC 製に刷新する一方で、既存の ID 管理基盤である富士通のユニファイドワンはあえて刷新してないんです。そのまま維持するアプローチをとっているんですよね。はい。設計書ではこれをシステム全体のアンカー、つまり絶対に動かしてはならない怒りとして定義しています。アンカーという言葉の響きはすごく戦略的に聞こえるんですが、見方を変えればこれ技術的負債の先送りのようにも感じられるんですよね。あー、なるほど。だって物理的なネットワークのレイヤーは最新にするのに、認証の根幹をレガシーなディレクトリ構造のまま残すというのは、かえって新しいシステムにボトルネックを生むんじゃないかなと。なぜ思い切って全面刷新に踏み切らないのか、少し疑問が残ります。その懸念はごく自然なものですよ。実際に多くのインフラアーキテクトがそこで葛藤しますからね。やっぱりそうですよね。はい。しかし、大学という特殊な環境の要件を掘り下げていくと、ディレクトリーの全面刷新がいかに破壊的なリスクをはらんでいるかが見えてくるんです。破壊的ですか？数万人規模の学生、教職員、さらには卒業生のアカウントライフサイクルが複雑に絡み合っていますし、確かに膨大な数になりますね。それに各学部の独自システムとも密結合している状態なんです。そんな環境での ID 基盤の移行は、もう数年単位の巨大プロジェクトになってしまいます。なるほど。だからこそ富士通の認証基盤をアンカーとして固定して、その仮想にある伝送路だけを切り離して刷新するという手法を取っているわけですね。その通りです。
ビジネスの継続性を最優先した結果の戦略的な分離ですね。資料でもこのネットワークを3層に分離するアーキテクチャが強調されていますよね。アイデンティティは富士通、ポリシー制御は NEC の NAC、そしてデータプレーンである物理ネットワークは NEC のユニバージというふうに。ええ。この3層構造にして責任分解点を明確に切り離すことで、特定のベンダーの独自仕様にシステム全体が縛られてしまうのを防いでいるんです。いわゆるベンダーロックインの回避ですね。はい。アイデンティティと物理レイヤーを相結合にしておけば、将来的に大きなメリットがあります。例えばどんなメリットでしょうか？例えば、数年後、アクセス層のスイッチや無線アクセスポイントの規格が Wi-Fi 7とかその先へと進化したとしますよね。ええ。その際にも、上層のディレクトリー構造には全く手を入れることなく、エッジ部分だけの段階的な最適化が可能になるんです。そういう柔軟性が生まれるんですね。なるほど。よく考えられていますね。実際に今回の構成でも、アクセス層の補完としてアライドテレシスの機器が組み込まれていたりして、マルチベンダー環境での拡張性がしっかり担保されていますし。はい。国内で実績のあるベンダーを適材適所で組み合わせることで、堅牢性と柔軟性を両立させているわけです。非常に理にかなっています。ただ、ここからが本当に面白いところなんですが、ええ。こうした多層的な防衛線を張った堅牢なシステムであっても、内部メモのストレステストの項目を見ると、ある特定の時間帯に巨大なレッドフラグが立っているんです。あの時間帯ですね。はい。1限目開始時のラディウスバーストです。ネットワークエンジニアにとってあれは最も警戒すべき恐怖の瞬間ですよ。朝の9時ですよね。何千人もの学生が一斉にキャンパスの教室に入ってきて、同時にノートパソコンやスマートフォンを開いて学内ネットワークに接続を保るタイミングです。これ単純に通信量が増えるだけなら、10ギガとか40ギガ BPS のバックボーン回線を太くすれば解決しそうに思えるんですが、ええ。資料の指摘を見ると問題はそこではないんですよね。そうなんです。問題は帯域幅ではなくて認証処理のオーバーヘッドの方なんです。認証の方ですか？はい。現代のキャンパスネットワークではセキュリティを確保するために 802.1x 認証が必須です。特に電子証明書を用いた EAP トラレスベースでの高度な認証処理が求められますよね。昔みたいな簡単なパスワード認証ではないと。ええ。朝9時のわずか数分間に数千台のデバイスが同時に暗号化通信のハンドシェイクを行うわけです。想像しただけでおろしいトラフィックですね。そして富士通のユニファイドワンと NEC の NAC の連携させる認証プロキシへ一斉にリクエストを投げ込むんです。なるほど。そこで ID を管理する層とアクセスを許可する層をつなぐその中継部分が SPOF になってしまうと。はい。つまり、そこが壊れたら全部止まる単一障害点になりやすいという、設計者からの深刻な警告につながるわけですね。まさにその通りです。データプレーンのスイッチがどれほど大容量のトラフィックを物理的にさばける性能を持っていたとしても、はい。コントロールプレーンにあたる認証プロキシが負荷でタイムアウトを起こしてしまえば、結局誰もネットワークに入れなくなりますから。門番が倒れてしまってドアが開かなくなる状態ですね。ええ。だからこそ、証明書ベースの認証要求をどうロードバランシングするのか、いかにして確実な冗長化構成を組むのかが、この設計における最大のハードルとして詳細に検討されているんです。なるほど。そして、そうしたクリティカルな障害の兆候をいかに早く検知するか。はい、そこも重要です。この構想では、その運用監視のパラダイムそのものを大きく転換しようとしていますよね。ええ。監視のアプローチが大きく変わっています。これまで多くの環境で使われてきた PRTG や Zabbix といった SNMP ベースのツールによるいわゆる死活監視から、はい。今回は運用監視補助として日立ネットワークマネジメントプラットフォームの導入が強く推奨されています。これをより大きな視点、全体像と結びつけて考えてみると、単なる監視ツールのリプレイスではないことが明確になります。単なるリプレイスではないというと、日立のソリューションがここで担っているのは、マルチベンダー環境全体を俯瞰するオーケストレーションの役割なんです。オーケストレーションですか？ええ。機器の CPU 使用率とか、ピングの応答を見るだけではなくて、ネットフローや S フローといったフロー情報を活用した高度なトラフィック分析へと監視の次元を引き上げているんですよ。つまり、ただ単にリンクがアップしているかダウンしているかを見るだけじゃなくて、はい。そのリンクの中をどのアプリケーションのトラフィックがどのデバイスからどれくらいの割合で流れているかまでを可視化するということですよね。そういうことです。フロー情報の詳細な分析によって、コンテクスト、
つまり文脈を持った分析が可能になります。文脈を持った分析、具体的にはどういうことでしょ例えば、ネットワーク全体の遅延が発生したとしますよね。その原因が特定の学務系サーバーへの動画学習トラフィックの集中によるものなのか。う？なるほど。正当なトラフィックによる複層ですね。ええ。あるいは、特定の BYOD 端末から学内ネットワークへ水平展開を目論むマルウェアのような異常な通信の振る舞いが発生しているのか。そういう悪意のある通信なのかを一目で見分けられると。はい。パケットの中身を直接覗き見るデイプパケットインスペクションほどの重い処理やプライバシー懸念を生むことなく、ネットワークの健康状態とセキュリティの脅威を同時にモニタリングできるわけです。富士通 NEC アライドテレシスという全く異なる機器のログやフローを日立の基盤で一元的に束ねて分析する。これは非常に理にかなったエンタープライズ戦略に思えます。運用面でのカバーとしては非常に優秀です。しかし、ここで私たちの手元にある内部メモが非常に重要な事実を突きつけてきます。はい。このメモには、設計者自身がはっきりと認識している、この国内ベンダー主体の構成における決定的な資格が明記されているんです。見逃せないポイントですよね。あなたはこのアーキテクチャに欠けているものが何かわかりますか？おそらく無線アクセスネットワークにおける AOPS ですね。はい。つまり AI を活用した自律的な環境適応能力におけるグローバルベンダーとの世代差のことでしょう。そうなんです。メモにははっきりと、最大弱点は高密カンパス無線の将来スケーラビリティであると記載されています。国内ベンダーのネットワーク機器は L2 とか L3 のパケット転送の安定性に関しては本当に素晴らしいですし、頑丈ですよね。それに長期間にわたる保守サポート体制という点においては極めて優秀なんですよ。はい、そこは間違いないです。しかし、現在のエンタープライズ無線 LAN 環境の評価軸というのはもはや接続性を維持できるかというレベルではないんです。つながって当たり前という世界ですね。ユーザーの QoE、つまり体感品質をいかに最適化し続けられるかというところに完全にシフトしています。QoE の最適化。はい。この領域においては、世界中のエンタープライズ環境からペタバイト級のテレメトリーデータを収集して、クラウド上で巨大な機械学習モデルを回し続けているシスコやアルバといったグローバル専業ベンダーと比べると、国内構成にはアーキテクチャ上の明確な遅れが存在するんです。これは不都合な真実ですが、直視しなければなりません。ここが今回読み解いた中で最も確信をつくポイントでした。先ほどアクセス層の補完としてアライドテレシスの高密度対応 AP やバッファローの法人モデルであるエアステーションプロがリストアップされていると触れましたよね。はい、ありましたね。でも、メモが危惧しているのは、そういったハードウェアのアンテナ性能の話ではないんですよ。ソフトウェアによる運用知能の話なんですよね。まさにそこです。データがその懸念をはっきりと裏付けていますから。と言いますと、シスコやアルバの最新システムというのは、クラウド上の AI を利用して、例えば特定の教室に学生が密集した際の RF、つまり電波干渉を予測するんです。予測まで。そしてアクセスポイントの出力やチャンネルを動的に、しかも自動で調整してくれます。人間が何もしなくても。はい。さらに学生がキャンパスを歩きながら動画を視聴していても、クライアントの挙動を AI が学習して最適な AP へシームレスにハンドオーバーさせるんです。歩きスマホ状態でも通信が途切れないように。ローミングの最適化も自律的に行うわけです。しかし、今回の国内ベンダー主体の構成では、このネットワーク自体が自律的に学習して動的に適用するという機能が決定的に不足していると。はい、そうなんです。つまり事前のサイトサーベイで設定した静的なパラメータに依存しがちになってしまう。だから突発的なトラフィックの変動とか予測を超えた高密度な環境下ではシステムが自動で適用できず、結局は運営担当者が手動でチューニングを迫られる場面が出てくるということですね。その通りです。ちょっと待ってください。ここで先ほどの日立のトラフィック分析の話題ときれいにつながりましたよ。お気づきになりましたか？日立の高度なダッシュボードが強く推奨されていたのは、単にフロー分析の運用が便利になるからという、そういう理由だけではないですね。その見立ては非常に鋭いです。はい。グローバルベンダーのような自律運転型のネットワーク機能が欠如している。だからこそ、それを補うための強力なナビゲーションシステムとして、日立のソリューションが必要不可欠だったわけです。AI によるリアルタイムな自動最適化ができない分、トラフィックの異常やボトルネックの兆候を極限まで詳細に可視化しておく必要がある。
そして問題が起きる前に人間のエンジニアがいち早く介入できるようにするための補完的なコントロールとして日立が機能している。はい。これで点と点が完全に結びつきましたね。そうなんです。インフラ設計において、すべての要件を一つのベンダーや技術だけで完璧に満たすことは不可能ですからね。確かに。必ずどこかでトレードオフが発生しますよね。ええ。自社のアーキテクチャが抱える構造的な弱点を正確に把握して、それを別のアプローチ、今回の場合は高度な可視化と運用監視ですが、はい。それでどうカバーしていくか。この資料は、その妥協点とリカバリー策を極めて冷静に描いている素晴らしいドキュメントだと思います。つまりこれは一体どういう意味を持つのか。今回の巨大なネットワーク刷新構想は、単純に古い機器を国内メーカーの新しい機器へ入れ替えるという、そういう単純なリプレイ散件ではありませんでした。ええ、全く違いましたね。絶対に影響を与えてはいけない富士通の ID 基盤を堅牢なイカラとして残し、NEC のルーティング技術で強固なデータプレーンを構築する。はい。そして、グローバルベンダーに一歩譲る自律的 AI 最適化の欠如という明確な弱点を日立の高度なフロー分析によって運用面でカバーする。完璧な要約です。これは安定性、保守性、そして現実的な移行リスクというものをシビアに天秤にかけた極めて高度なハイブリッド戦略の結晶と言えますね。ええ、あなたが今後、ご自身の組織のインフラ戦略や大規模なクラウド移行のアーキテクチャを評価する際にも、この視点は非常に強力な武器になります。どういうことでしょうか。つまり、最新の AI 機能を搭載したソリューションを盲目的に導入するのではなく、はい。自社にとって絶対に動かしてはならないアンカーは一体何か、そして技術的なトレードオフが発生した際、それを運用プロセスのどこでカバーするのかを問いかけること。なるほど。これこそが数年先を見据えたレジリエントなシステム設計の基本なんです。理想論ではなくて、現実の制約の中で最適なパズルを組み上げるエンジニアリングの真髄を見せられた気がします。本当にそうですね。さて、今回のディープダイブで現代ネットワークの戦略的な裏側を紐解いてきましたが、最後に一つ少し未来に向けた視点を提供したいと思います。重要なポイントがありますね。今後のエンタープライズネットワークは、社内と社外を分ける境界防御という概念を捨てていきます。はい。すべてのデバイス、ユーザー、トラフィックの振る舞いを継続的に検証する、いわゆるゼロトラストアーキテクチャへと急速に移行していくんです。今回の資料でも API 連携による将来的な拡張への布石がちらほらと見られましたよね。準備は始まっています。しかし、そのゼロトラスト環境において、毎秒数万件もの通信コンテキストを瞬時に分析してアクセスを動的に制御する AI の判断能力が、はい。人間や性的なルールベースの運用では到底追いつけない必須条件となったとき、私たちは大きな岐路に立たされます。そうですね。今回のように、国内のサポート体制や保守性を重視した手堅いシステムに分析ツールを組み合わせて逃すというアプローチは、果たしていつまで通用するのでしょうか。非常に悩ましい問題です。もしインフラの完全な自律制御が不可欠になったとき、膨大なグローバルデータレイクを持つ海外ベンダーの AI エコシステムにネットワークの全権を委ねるという総特会の決断を迫られるのか。全てを海外の AI に任せてしまうのかということですね。はい。それとも国内のコンプライアンスやデータ試験を維持しながら独自の最適化モデルを構築していく道があるのか。これはもう単なる技術選定を超えていますね。組織の IT ガバナンスの根幹に関わる非常に重い問いです。次回、あなたがオフィスのネットワークに接続するとき、ただつながったと安心するのではなく、その背後でアイデンティティの確認、フローの監視、そして無数のパケットをさばくための緻密に計算されたアーキテクチャが稼働していることを少しだけ想像してみてください。面白い視点が変わると思いますよ。目に見えない空間のインフラストラクチャは、今この瞬間も進化と葛藤を続けているのです。